生野菜とスープ野菜、どっちが体にいいでしょう。皆さんこんにちは。昨日は大阪駅近くの素敵なスタジオで野菜の上手な取り方を取材していただきました。最近いろんなところでお話をさせていただいて、私がこのチャンネルでお伝えしている野菜は加熱して汁ごと食べてくださいねと申し上げると、生野菜はいけないのですかとご質問をよく受けます。結論から言うと、生野菜でないと取れないもの、スープ野菜だと吸収しやすいもの、それぞれメリット、デメリットがあります。そしてスープのことを長い間お伝えしているのに、大事なことを一つ言い忘れていました。多分野菜スープ作りで多くの方が誤解しているかもしれません。生野菜との私の関わり方、野菜スープ初心者でもスープ作りのことがとってもよくわかる動画ですので、ぜひ最後までご覧ください。生野菜でのメリットの一つ目は、加熱しないで切ったり手でちぎったりするだけで食べることができるです。今年のように暑い夏は火を使う料理は遠のきましたよね。二つ目のメリットは、ビタミンなどの栄養素の加熱による損失がないです。ビタミン C などは加熱するとある程度壊れます。三つ目は、植物酵素が取れるです。植物にはそれぞれ特有の酵素を持っています。大根にはアミラーゼ、プロテアーゼなどの消化酵素があります。お餅を食べるとき、大根おろしを添えたりしますよね。アミラーゼはでんぷん分解酵素で消化を助け、胸焼けや胃もたれを防いでくれます。キウイ、パイナップルはタンパク質分解酵素を持っているため、ゼリーを作るとき、キウイやパイナップルを生のまま入れるとゼリーは固まりません。ゼラチンの主な成分はタンパク質だからです。酵素は70度以上の熱を加え続けると死滅しますので、缶詰のパイナップルでゼリーは作ることができます。残念ながら愛のスープや薄口煮などの加熱したスープ野菜からは酵素を取ることができないんです。これを聞いていたら、やっぱり野菜は生でしょうと思いましたか？ここからどんどん反撃していきますね。これからの季節、温かいスープで野菜を食べると体の芯から温まりますよね。加熱によって消化酵素やタンパク質分解酵素がなくなってしまいますが、そもそも火を通した野菜は消化がとっても良くなっているんですよ。逆に生の野菜は消化吸収が悪いんです。また野菜には有効な成分だけが含まれているとは限りません。煮ることによって有害な細菌などを殺菌できるのも加熱するところのいいところです。もうすぐ90歳になる母の体重は30キロほどしかなくて、とても胃腸が弱いんですね。生野菜を食べると必ずと言っているほど下痢をしてしまうんですよ。やはり加熱した野菜の方が体に優しいと言えるでしょう。そして加熱することでガサが減ってたくさん食べれるっていうことも、栄養素がたっぷりとれていいところですよね。冒頭で野菜スープ作りで大事なことを言い忘れてましたと言いましたが、それはビタミン C の誤解についてです。ビタミン C は加熱によって大半が壊れると思っている方も多いかもしれません。実は試験管の中にビタミン C を溶かした水を入れ、10分から20分ほど煮沸すると 90% 以上のビタミン C が酸化されて栄養価がなくなってしまうんです。ところがですよ、野菜にはビタミン C だけでなく様々な抗酸化物質が共存しているので、加熱しても大半が分解されないそうなんです。すごくないですか？栄養素たちがお互いを守っているということですよね。ただビタミン C は水溶性のため煮汁に溶け出しているので、茹でこぼすと栄養素を捨ててしまうことになるんですね。今までビタミン C の損失が多いと考えられていたのは、この茹で汁に流れている割合が大きかったということです。ですから茹でこぼす調理ではなくて、栄養素を無駄にしないスープで野菜をいただくということが、私は強くいいと思っているんです。ブロッコリーを茹でる時も、私はたっぷりのお湯では描きません。少量の水を加えて蒸しにしています。ビタミン C のほか水溶性の栄養素を無駄にしないためです。ただほうれん草だけは
尿路結石の原因になるシュウ酸が多いため茹でこぼしています。そして何よりスープ野菜を食べていただきたいのは第7の栄養素であるファイトケミカルをしっかり体内に吸収していただきたいからです。ファイトケミカルは硬い細胞壁の中に存在しています。この細胞壁を壊さないと体内にほとんど吸収されないんですね。ファイトケミカルの一つである人参のカラテンを例にしてみましょう。生で食べた時の吸収率は 10% ほどなんです。塩茹でにすると 47%、 油で炒めた時は 80% まで吸収率が上がるという報告があります。ベータカロテンなどの油に溶けやすい脂溶性の栄養素は熱によって細胞壁が壊され、油と一緒に食べると生で食べる時の8倍の吸収率になるということですよね。私はいつも野菜スープをいただく時、ナッツと一緒に食べたり油を仕上げに加えたりしています。どうでしょう。せっかくの栄養素をとっていても吸収率が悪いのではもったいないですよね。このファイトケミカルを効率よく吸収することが私が多くの方に野菜スープを食べてほしい最大の理由なんです。そして生野菜も私は食べないわけではありません。ぬか漬けは乳酸菌も一緒に摂れるし大好物なんです。ぬか漬けの野菜寿司も美味しいですよ。試してみてくださいね。みりん、薄口醤油、酢を合わせたものにお好みの野菜をつけると日持ちもしてとてもいい常備菜になります。大根おろしも焼き魚には毎日添えています。薬味も香りが良くてたっぷりかけると料理を引き立ててくれますよね。そして毎日果物をたっぷり食べていますので植物酵素もそれなりに摂れているかもしれません。生野菜、スープ野菜、どちらもいいところがありますね。ぜひその良さを生かしながら野菜たっぷりの生活もこれから続けていただければと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。今日ご紹介した動画は概要欄にリンクがありますのでぜひそちらもご覧ください。このチャンネルではファイトケミカルを摂る基本のスープを中心に毎日のおかずスープで簡単で美味しく楽しく野菜をたくさん摂って腸内環境を整え健康になるお手伝いをしたいと考えています。週に一度動画をアップしていますのでチャンネル登録後横のベルマークを押していただくと最新の動画のお知らせが届きます。見逃さないためにもぜひお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。